館長はもう4分前よ。あ、本当。まあね、2時スタートらしいです。こんにちは。皆さんどちら、鹿児島以外、宮崎以外の方います？あ、どちらからですか？熊本。あ、まあ熊本、あ、八代の方が近い。あ、八代の方が近い。じゃあ僕が一番遠いんだ。あ、そうか。僕が一番遠いそうですよ。3時間かかりましたけどね。40人ぐらい集まってくださったということで、ありがとうございます。なんかもう打ち切ったんでしょ、もうね、これ以上無理だってね、だそうですよ。あ、つくしさんもみちみちさんも、今日すみません、こんな状況で始めますけど、質問があれば遠慮なくしてくださいということで、これを読みながらいつもやってるんですよ。すごいでしょ。これの質問読みながらやってるんですよ。お姉様に囲まれてますよ、今日もね。平均年齢はだいたいないでもうちょっと2時になったら始めますけど、今日はこちらの、屋久島、一応鹿児島に来てますんで、鹿児島の屋久島を書こうと思います。で約1時間ちょっとかな、分かんないです。1時間ぐらいなんで、皆さん本当に遠慮なく質問してください。もう周りを本当映したいんですけども、ね、本当にこんな若い人たちが鹿児島にいっぱいね苦笑されてますけどあと何分、あと2分ぐらいで2時ちょうどに始めますんで、M ドアさんも吉川さんもこんにちはね。こっちにしようかなと思ったんですけどね、マスキングの方が楽かなと思いましたよね。楽かなと思ったけど、マスキングがなんか皆さん難しいそうなんで、マスキングなしでやろうかなと思ったけど、もうね、鹿児島ですもんね、ここね。ね。マスキングはね、マスキング液っていうのがあって、僕は現役でやってます。はい。あ、水にね、いいですね、焼酎の水割りみたいな。いや、僕ね、水で割って使ったことないんで、いや、僕ペンタイプの一番楽してます。はい。ありがとう。じゃあ、あと1分2分ですけど、せっかち大王は始めていこうと思います。皆さん、じゃあよろしく。あ、館長からなんか挨拶とかないですか？ないということで。ねえ、皆さん、今日は鶴の車町ミュージアムにお越しくださいまして、ありがとうございました。今日、皆さん、あれ、ポストカード足りました？全員もらえました？大丈夫ですか？それ500円するんですけどね、皆さんこれは残念なことに宿題で、皆さんの隣近所お友達最低5人には、そのお手紙を使って、この美術館良かったよと流布していただければと思いますけども、はい、別に義務ではありませんね。よろしくお願いいたします。なかなかこうね、本当にこう個人の方がやられていて、こんだけ集められたっていう、大丈夫ですよ、ことでね、なかなかこうね、すごいこう美術館で僕の作品もかなり大量にあって、今日はなんか100号120号、あと風景画、新聞社、情報全然出してくださいね。じゃあやっていきましょうね。老眼がひどくてすみません。今36人で、なんかこうギャラリー投稿しながらやってみようかなと思ったんですけど、あんま話すことも、先日まで佐賀県立美術館というところで個展をやっていて、でその時に毎週のようにギャラリートークをしていたので、もう飽きてしまって、写真遠慮なく撮ってください。撮りたいと思ったら遠慮なく撮っていいですしね、ぜひ。でもかなりこう喋ってきたんで、あまり僕も喋ることないんですけれどもね、皆さんの方から質問があったら遠慮なくしてくださいね。なんか日頃から喋りながら絵描いてるんですかって言われることあるんですけど、それはないですよそれはさすがにね、やばい人ですもんね。
で僕は基本的に透明水彩が中心にやってるわけではないので、油絵が中心なので、現場でスケッチとかして、それを元にこう絵にしたりするんですけど、そういう時にはこういう透明水彩とかは使います。でそんなにこう、でも最近はちょっとこういうのも発表していこうかなと思って発表することもありますけど、でね、やっぱ水を描くのが難しい。YouTube 見ている方もM 黒江さんもこんにちは、初めてライブに参加します、ね、遠慮なく質問してください。先ほどまで皆さん質問があったんですけどね、皆さんいいですよ、遠慮なくね。はい、静かになりました鹿児島とかね、宮崎とかの方が多くて、熊本も本当ものすごい微妙な、ね、ちょっと行ったら熊本ですもんね。あそこもなんか迷ったんですよ。何でしたっけ、ラーメン屋、何ラーメンでしたっけ、有名な何ラーメンですか、熊本のラーメン屋。違います。そこの道を走ってきたらあったんですよ。味仙じゃなくて、すごいもう味仙に行くか迷ったけど、もうちょっと我慢してそこの文ちゃんラーメンまで頑張りましたね。え、あれ衝撃ですよね。食べました？本当ですか？いや、ネギラーメンじゃない、もやしラーメンねえ、詐欺ですよね。僕もなんか写真見て面白そうだなと思って行ってみたんですけど、ネギがすごいんですよ。美味しかったですよ。めちゃくちゃ美味しかった。ねえ、あんな面白い、ね、ネギラーメンかと思いきやもやしラーメンなんですよね。ね、面白いですね。鹿児島もいいとこいっぱいありますよね。なんか皆さんおすすめどっかあります？鹿児島の。ここ行ってくださいとか、ここぜひとかあります？なんか急に静かになりましたそう今 YouTube にね流れてるから、声とかは入りますよ。ね。正明さんも馬場崎さんもチャッピーさんも伊藤夏さんも電車移動中だそうですよ。そう家帰っても見れますよ。今でも多分見れますよ、そのあたりから。鶴の車町ミュージアムからお届けしてます。どこからやってんねんっていう話になりますんでね。今ね、ここのでっかい木描き出した。ね、なんかね、僕は基本的にこう水彩ってこう書道のようにね描いてた方が面白いと思ってて、僕の描き方ですからね。先生、髪は何ですか？髪はね、これパーマですね。これパーマ。髪じゃなくて分かってますよこれね、なんだっけ、いつも使ってるやつです。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ、なんだっけ、この辺の袋、これキャンソンボードホワイト3ミリやつ。ただもうこれなんか絶版になったらしいですよ。おめでとうございます。僕の行きつけの画材屋さんがいつもね残しておいてくれて、なんかこうちょうど真ん中ぐらいな感じです。ただ僕はこの厚みが好きで、3ミリ厚っていうのでこう水彩紙ね、皆さんなんか遠慮なく質問してくださいね。ここ水だけとか、やってない今日はね今日はねって結構ね書き方は適当なんで変えるんですよ。そうやってこうやって水をこうなんていうの、こうダーッとつけることもあれば、今回はなんかそんな風にやらずに、
なんかね、あんま真面目に考えてないんで、そんなにねこうやってね濡らしといて、それでこう、何がすごいって喋ってるってすごいでしょ。ねえ、そうね。できないわよね、もう本当に。黙ってても書けないですか。ねえ、まあ極力この辺の手前にあるのダーンとこう暗めにしておいた方がいいかなと思って、なるべくこう皆さんこんな怖いよね、もうなんかね怖くてできないってね、いいんですよもうね、勇気ないですかねえ。本当ここの美術館は本当こう後ろにね館長おられてね、ずっとこう集めてこられて、何年ぐらい前からかな、僕の作品を集めて、もう何年、10年ぐらいになりますか、10年ぐらいね。それでこうやって個人でこうやっててですね、でこれだけのコレクション、僕だけじゃなくてですね、もちろんいろんなこう写実系の作家さんのがすごいあってですね、でまあなんか終わった後にね、いろいろこう作家さんの秘話じゃないけどあればね、お話してもいいですよ。大体知ってるんですよ。絵描き業界はそんなにこうね広かないから、この作家さんはまあ別に悪い噂はあんまないんですけど、一番悪い噂があるのは僕なんで、はい、もうね口が悪くてね、もう本当にね、もうあんまりこういろんな作家さんのお話とかがねちょっとできればいいと思うんですけど、で本当にこうもう10年前ぐらいからのお付き合いで、初めなんかびっくりしたんですもんね、一番大きい作品とかをですね。もともとはその僕の昔の教え子がこのここのお隣の町になるんですか、あれは長島町って。お隣島あそこのなんか島の子が僕教え子なんですよ。なんか美人なお酒あるじゃないですか。あれね、僕の大学先生した時の教え子なんですよ。杉本君って言って、宣伝しといたぞ。そうなんですよ。僕が佐賀に来た時の一番初めの教え子が杉本君で、その杉本君から「なんかすごい絵描ってる人いるよ」とかって言って「小木曽先生のも描ってると思いますよ」なんて言うから「なんて言って、でそこで僕多分知ったんだと思うんですよ。ね。先生、その影っていうのは全然気にならないんですか？めっちゃ気になってます。めっちゃ気になってます。はい。でもライトの限界なんで。めっちゃ気になってますよ、もちろん。はい。ここにできている影が気にならないんですかという質問がございましたけど、はい、当然気になってます。でもしゃあないですよね。これがあるから。はい。これをしなくていいなら別に気にせず書くんですけど、まあね、今日はもうやっぱりこう宣伝も兼ねてるんで、ここの美術館の宣伝のために今ですね、大胆ですねと。東京でようです。髪笑いました。受けたみたい。よかった。よかった。ねえ、皆さん。大胆？いいですよ。皆さんなんか質問があったらしてくださいね。こうやって大阪とかでも奈良とかでもこうやってライブ配信でこう書きながら後ろにこう見てる人がいてとかってやってるんですよ。皆さんも絵を描いてる人が多いんですか？絵を描いてらっしゃるんですか？熊本市の市ですか？熊本の市内ですか？僕は熊本と岐阜のハーフなんですよ。母が熊本の出身なんですよ。でじいちゃんは熊本、ひいばあちゃん、どっちかな、ばあちゃんが旅館やってたんですよ。昔20年ぐらい前まで熊本のなんかね、あそこの花岡山って、駅前のあそこの中腹で僕子供の頃遊んでたんです。前後関係をまずなんか出してみようかなと、いろんなこう書き方やるんですけど、あんまりこう書き方に固執しないで、
その場その場の結構ノリで描いていくんで。面白いですか皆さん、こんなんね。そうそう、 YouTube で見れますよ、大体のね書き方やらなんやらね。でちょっとこういうの例えば乾かす間に手前書いてあげたりとかしながら。で一番難しいのはやっぱりね、現場のスケッチです。これも何度も言ってるんですけど、圧倒的に難しいのは、皆さんされます？現場のスケッチとかねえ、難しいですよね。で写実系の画家とかっていう人はやっぱりもちろん写真を使いながら描くことも多いんですけど、やっぱりこう現場のスケッチとかっていうのを僕なんかは結構する人の方だと思います。でそのままこう全く同じ再現とかっていうわけではなくて、やっぱそこにある印象とかをとどめるためにやったりとか、どうしてもこう写真だけ撮っちゃうと忘れちゃうじゃないですか。僕はなんとなく頭にこうで一回自分そういう病院で分析してもらったことがあって、視覚情報を記憶する能力はどうも普通の人より長けてるらしい。6時間もやったんですけど、ただねやっぱ先生やっぱそういうところは普通の人よりも、逆にこう人から言われてたことに対する記憶が乏しい。例えば先生3つ質問あるんですけどって言われたら、1つ目で喋ってて途中で話が脱線していって残り2つの質問を忘れちゃうっていうのがよくある。それぞれ多分皆様もあると思うんですよね、得意不得意みたいなね。で美術って基本的にはそういう得て増えてっていうのがあっていいはずなんですよ。でも大体多くの人はもう増えて苦手なところをすごくコンプレックスに思ってできないとかもう描けないとかってなるんですけど、案外ね逆に欠けてるとこだけを引っこ抜いていったりすると案外絵って面白くなったりするんですよ。だからそういうことをね皆様もできるといいですよねっていうね話をしながら。いいですよ、皆さん質問があれば。はいはい。そうでしょ。その普通っていうのが何かということを考える別にそれもそういう一般論としてよくあるんですよ。でその考え方って実は印象派より前の考え方なんですよ。で昔はそうやって奥の方から書いて手前をドドドドドって強くしていくっていう。でも印象派からその考え方が崩れた。で例えばセザンヌって人の水彩画見てみると、奥から描いてるわけじゃなくて画面全体を使っていく。今みたいな普通っていうことを疑っていくと美術って面白いんですよ。だから僕は別に普通に描く気もあんまなくて、で普通じゃなくても皆さんいいんで、じゃあ自分が何が得意なんかなとかね、何が不得意なんかなっていうのを考えていけば、セザンヌっていう人の絵見ると分かります。水彩画とかぜひ見てください。普通じゃ全くないんで、なんだこれは、遠近感なんかも全然出てなかったり、下手すれば下手なんですねセザンヌって。いや僕もセザンヌのこと分かったの確か28ぐらいの時の自分がですね、それぐらいセザンヌって難しい画家なんですけど、皆さんセザンヌ一点行ってよかったわって言うんですけど、本当ですかって僕思っちゃうんですよね。ひねくれてるでしょね。でセザンヌっていうのはそういうことをどっちかというと、僕はこれ難しい言葉で説明するとセザンヌって難しい画家だからあんまり説明するの難しいんですけど、人間の目を描いた画家だと思ってるんですよ。でさっき言ったような奥行きを出すために奥から描いていくっていう遠近法っていうのはもう伝統的に昔からあるけど、でも人間の目ってこの石だとかこの奥の緑だとかこの木だって見る、要は見たいものを見るじゃないですか。私は例えば今23番を見ましたよ。でも23番より前にこの iPad があるわけですよ。でも23番を書きたいと思って他を利用するっていうのが僕はセザンヌの考え方じゃないかなと。その前までっていうのは後ろからもう23番の型の番号よりも後ろから書いていくっていうのが遠近法の歴史だったんですけど、セザンヌってそれを覆しちゃったんです。
難しかったでしょ。皆さん今きょとんとしましたねそういうことに疑い持つっていうのは面白いんですよ。疑い持ってきたのが20世紀の美術なんですよ。20世紀の美術って難しいじゃないですか。ピカソって分かんないとかね、なんかねセザンヌ分かんないと、マティスってね、皆さんもそうでしょ。で僕だってそうですね。なんか急に真面目な話したらみんな静かに急に静かになっちゃったね。で結構全体を、僕なんか全体のバランスを見ながら描いていくっていう方法は意外とやる。セザンヌ的な方法に近いかもしれない。だからこう部分から描いていくっていうより全体のバランスを見ながら、でこれがやっぱ現場でこう描くこうスケッチとかする時にはこれのすごく必要になります。途中でいきなり雨降ってきたらもう中断しなきゃいけないじゃないですか。そのためにも画面全体の中で細かい描写なんていうのはもしかして家帰ってでも写真見ながらとか描けるかもしれないけど、全体のなんか色のバランスどうなってるかなとかっていうのはやっぱ現場でしかなかなかこう体現できない。スケッチする時は現場のなんか空気感とかは大事にされた方がいいんじゃないですかっていうのはよく言ってます。ね、難しい話で皆さんきょとんとしましたねなんかいいですよ、質問があれば。今いい質問だと思いますよ。奥から書くのが普通だけどっていうのは確かにそうなんですよ。僕もそうしようかなと思ったんですけど、なんか違うとこから書き出しちゃったんでパレットに違う色出しちゃったんで例えばここも写真見るとだいぶ白っぽいけど現実としてはもっと黄色かったよねとかって思ったらそういうふうに書いてあげたらいいんですね、別にね。こっちを皆さん今見てるけど展覧会ではこっちしか見ないじゃないですか、絶対に。だから全然嘘ついていいんですよ全然嘘ついていいんですよね。よいしょ。面白いでしょ、こんな喋りながらね。ちなみにこの美術館初めて来たって方どれぐらいいます？半分もいない。でもじゃあ半分近くは初めてね。ぜひまた来てくださいね。よろしくお願いします。もう本当館長頑張ってねやられてね、館長ねなんかすごい僕この間佐賀で個展して、佐賀の個展来てくださったって方半分いないぐらいかいやでも佐賀の個展でここから一番作品借りたので、なんか恩返しせんといかんなと思って今回ね、せっかくだったらなんかギャラリートークとかよくやってるでしょうけど、実演しながらギャラリートークって新しいでしょ。おじさん、そしてこの YouTuber 質問全然見てません。申し訳ない。細かい部分が多い風景を描くその根気は慣れでしょうか。慣れだと思います。はい、慣れだと思いますね。なんでもなんか慣れじゃないですか。なんだろうな、なんか例えあるかな。例えば鹿児島の焼酎って臭いじゃないですかね。でもなんかある時からすごく流行りだした焼酎とかがなんか爽やかなこうなんかね飲みやすい焼酎が多くなってきてね、そしたら宮崎の焼酎が意外と臭いぞって気づくんですよね。宮崎のこの日南あたりの焼酎臭いぞと気づいてね。でそれでなんかこう、友達とかに飲ませたら臭っとか言うんですよね。でも何回か飲んでると慣れてくるんですよね。何の話してるんですかねえ、焼酎も臭いのも慣れますもんね、あれね。いつの間にか慣れますよね。なんかこの筆は、ナムラの10号ラフィーン、これ確かねもらったんですよナムラさんの。違ったから買ったかな。なんかナムラさんの営業が来て、確か先生これいいですよって言われたような記憶があります。たまにねもらうんですよ。よいしょ。なんかいいですよ、質問皆さん遠慮なくしてくださいね。色が汚い色が汚い色がうちわの話。うちわもうね秋ですもんね。うちわの話ちょっとサイドの高い色を置いてきましたね。こんな喋ってるけど今何分経過、20分経過してね。で僕は結構このなんか
ダバーとかって大きいこう仕事みたいなのは現場ではあんまできないと思ってて、なぜかというと乾かないんですよね。で絵の具の乾きとかを考えて今日ちょっと現場の雰囲気のつもりでやってるんで、そういうのも結構大事ですよね。何でも水彩以外の質問でもいいですよ。何かあったらしてくださいね。沈黙恐怖症という病気なんで、皆さんが喋ってくれた方が私はなんかいいんですよ。慣れってことは、うん書いても書いてもうまくいかない時も書いた方がいいってことですか？うまくなんか、うんなんかうまくいかないな、うんうんうんって思ってるように思ってるようにでも書いた方がいいってことですか？細かい仕事に関してはやりたいと思うんだったら書いた方がいいと思う。あと筆でしょうね結構筆はあると思います。筆いい筆っていうか、ある程度細かいのに適している筆ってあるんで、やっぱりこうそれで書けないだろうと。油絵なんかでも例えば学生さんなんか教えてる時はカッチカチの筆を持ってきてる人結構いて、それでこう書いたら絵の具が全部落ちるだろうというような筆で書いてる人は結構いました。だからもうちょっと貸しって言ってこう全部それを洗ってあげて、そうするとうわー書きやすいってわけわかんないこと言われてそれはそうだよねってそれは結構あります。だからいい筆っていうか、ある程度の柔らかさみたいなのは必要かなと思いますよね。水彩ですか？水彩僕ね、この間もなんか後ろで見てる人が3本ぐらいで描いたって言ってました。今ずっと1本で描いてるんでいやそうそう、意外と僕ねどっちかっていうとこっちのパレットをきれいにすることの方が多い。だからこっちをなんかもうぼちぼち変えんといかんなと思いながらやってますね。だからあんまりこういい筆ならばある程度油絵はねなんか結構使う。結構油絵使います。まあ皆さんちなみにこれあれですからね、喋りながら書いててね、1時間程度でってそんなに期待しないでくださいねそれだけはね。でもこうやってシュッシュッとこうね、なんか長い線引けたりとかかすらすとかこう画面のこう全体のバランスとかっていうのはやっぱ皆さん参考になるんじゃないかなと思いますよね。掃除1回目ね、掃除1回目これ多分プルシャンブルーだと思います。これね、それとインジゴだったと思います。ここ葉っぱはおとついライブ配信でついた葉っぱね山の中で描いたから。この美術館の構想はいつぐらいからあったんですか、館長。僕から逆に質問を。で今年で何年経ったんですか？3年半。そうそう。半年に1回ずつぐらい入れ替えてるんですか、作品は。じゃあ結構入れ替えてますね。それぐらい作品数があるんで、もう皆さんぜひですね鹿児島の泉駅から15分ぐらいかな。ちなみに鶴はいつまで来てるんですか？3月の下旬までだそうですよ。天ぷらはね、どっちかというと乾きがものすごい早いんですよ。早くて彩度が鮮やかなんですよ。ただ乾きが早すぎるあまりにこうグラデーションとかつけれないから、例えばああいう作品の壁とかは結構天ぷら使ってます。カリッとした質感になる油だとぬるっとするじゃないですか。でそのカリッとした質感をつけたいなっていう時は天ぷら絵の具を使ったり、ここ乾きを早くしてその後絵の具の構造とか作りたいなとかっていう時は天ぷら絵の具の乾きが早いってこと？めちゃくちゃ早いですね。アクリル水彩に近いような。そうですね。それよりもっと顔料の色が強い。顔料の色って分かりますかね顔料の色って分かります？
これは要はアラビアゴムっていうので練ってるんですよ。でちょっとツヤがあるでしょ。でそれはアラビアゴムのツヤなんですけど、これのツヤがないバージョンだと思ったり、でもっとだから要は有名な絵描きさんでいうとプリマベーラって誰が描いたんですっけ？ボティチェリ、そうですね。ボティチェリと同じ工房で勉強していた人は何て人ですか？お、授業になってきた。お、皆さん、はい、頑張って。ボティチェリと同じ工房で、ベロッキオ工房で勉強していた人は誰ですか？全員知ってます。そうです、ダヴィンチです。ダヴィンチ。じゃあダヴィンチの絵とサンドロ・ボティチェリ同じ工房だったんですけど、絵の感じ全然違うと思いません？ねえ、なんかこう例えばダヴィンチの絵を見ると、モナ・リザに対してヴィーナス誕生とかプリマベーラ、ね、春とかで、要はダヴィンチの絵って油絵なんですよ。でボティチェリは同じ工房の7個先輩だけど基本的にはテンペラが多いんですよ。テンペラの方が色鮮やかな気しません？でもなんかモナ・リザの方がもうすごい柔らかい感じしません？っていうこと。わかります？それをいいとこ両方使ってるってこと。皆さん、そう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 。だから油絵の具っていうのはもともと古い画材ではあるんですけど、同じ時代の1500年頃にもうちょっと前ですけど、ドイツとかのあたりから輸入されてきた画材が上の方から下の方へ来た画材が油絵。わかりました？でテンペラっていうのはもともとあって、だから要は初めはフレスコ画って言って壁面に漆喰で描いてた、漆喰というか漆喰を塗って、そこに顔料と水だけで漆喰の壁が乾かないうちに絵の具を置いていくっていうのがフレスコ画で、そしたら壁中わーっともう教会中の壁が絵描かれちゃったってなったら次どこに描きます？じゃあ木に描こうってなったわけで、木に描いていくときにじゃあなんかこうつなぎ合わせるものが欲しいぞってなったときに、あれ卵のりになるんじゃねってなったわけですよ。そんなふうに言ってないと思いますけど、卵ってなんか乾いたらのりっぽくなるんじゃねってなって使われたのが、テンペラ絵の具で、テンペラをなかなかいいじゃん、こう木とかにかけるしなかなかいいじゃんなんて話になったんですけど、そしたらこうね、ドイツの方から輸入されてきた画材で、もっとなんか写実的にリアルにかける画材があるらしいぜってなったで、それが、油絵の具だった。わかりました？だからあの辺の時代の絵見ると、例えば、ウフィッツっていう、イタリアのオフィスって意味なんですけど、メディチ家のオフィスっていう意味がウフィッツっていう、美術館に行くともともとメディチ家のオフィスだったんですね。メディチ家って知ってますね？メディシンとかね、薬剤師だった、薬剤師さんだったんですよね。テンペラの卵の理由がやっと分かりましたね。卵、そうそう。だから今でもテンペラ画っていうと大体卵があれらしいですよ。主成分で描かれた絵のことをテンペラ絵の具って言います。油彩と一緒に使って大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。はいはい。大丈夫です。僕のその処方って言って、その油もちょっと入ってるテンペラ絵の具。で多分それもYouTube で公開してるはず。そのやり方とかも公開してます。だからもうほとんど多分ね、聞かれたこと、今の話もどっかで多分 YouTube で流してるはずです。皆さんね、そういう勉強の仕方すると面白いんですよ。だからどうしてもね、皆さんはこれやっちゃダメなんじゃないですかとか言うんだけど、大体大丈夫なんですよ。大体ね、よいしょよいしょ。でテンペラ絵の具というのも併用してやってますよ。なんか質問あったら、とても気になっている美術館です、いつか行ってみたいですと NK さんが言ってますよ。ね、皆さん来てください。今日も40人ちょっと、ね、来てくださっているそうですよ。で、全体にようやく手が入ってきたなってなってきましたよね。少しここからドライブラシって言って、かすらせながら描いていきましょうかね。なんかザバーッと描くよりはこうなんかかすらせながらこう。
もう言ってしまえばこれは透明水彩の原液に近い水なんかであんま溶かずに描いていく技法とかね。セザンヌの話勉強になりましたと。ライトグリーンが入ると一気に空気感が出てきます。ね、偉いでしょ、コメントを読みながらね。そうですよ、読みながらやってるんですよ。今日はいい質問のおかげで大学の授業を受けてるみたいな気分になりますと。天ぷらの卵の理由分かりました。何にでも言えることですが、初めは卵や油をメディウムに使おうと思った人、そうですよね。メディウムって言葉が分かりますよね。メディウム、要は、メディアっていうのが媒体メディウムっていうのは媒材っていうんですね。だからその間に入って媒材。メモんなきゃね。よくこうなんかアクリルとかでもなんとかメディウムとかって売ってると思うんですよね。あれはだからそういうこう媒材っていうことです。なんとかの媒材。そんな難しく考えない方がいいですよ。例えばこう、僕はこれはその絵の具の工場長に聞いただけの話なんですけど、ポスターカラーって成分なんすかって聞いたら、いやもう大体透明水彩だよって言われた。大体それに炭酸カルシウムっていうものがいっぱい入ってるだけって言ってましたんで、工場長が言ってたからね、確かだと思います。草壁の人にも聞いたんだけど、ちょっと違うね、違うものが入ってますけど、はい、大体そんなもんですって言われました。僕すぐ聞くんで。いいですよ、皆さんなんか遠慮なく質問してくださいね。今で30分ぐらい経過しました。喋りながら。写真も全然撮ってくださいね。いいですよ。だいぶ形違ったね。適当に始めるから。本当こう1時間ぐらいやるんで、周りの絵とか見に行ってもいいですしね、適当にしてくださいね。せっかくね来てもらったんだったら、いろんな先生たちの絵をぜひ見てください。大体大丈夫だと思います。なんか例えばよくこう絵の具のこれとこれ混ぜ合わせたらこれはダメなんですとかいうのを聞いたことある人いません？なんか油絵とかでもこの絵の具とこの絵の具混ぜたらダメなんですとか聞いたことありますよね。でね、あれね、絵の具会社の人に言わせると、そんなの知ってるよって言うわけ。だから俺たちはそれを知ってるからそれをまた改良してるんだよって言ってました。だから今大体大丈夫です。昔はそういうのあったけど、やっぱりそういうことでクレームが入ったりして、なんかどっかまずかったかなとかって思って直したりしてるので、だから大体のことは大丈夫ですよって言ってましたよ。ちょっと細い筆にしたんですけど、もうちょっとね大きい筆で十分でしたね。ここの美術館は他の絵の写真とかは皆さん堂前さん大丈夫なんですか？大丈夫なんですか？すごい寛容な美術館ですね。ちなみに何枚ぐらいあるんですか？それ言えないんですか？言えない？分かんないが正解。分かんないが正解。ねえ。でも500はあるでしょ？近いよね。それぐらいありそうだね。よいしょ。今日はちょっとラーメンを食べてきたんでですね、皆さんぜひ近くに文ちゃんラーメンってあってですね、ぜひぜひもやしラーメンっていうのが多分一番面白いと思うんで、ですか？それで合ってます？もやしラーメンが一番面白いですか？ねえ。いやちょっとね、正直なところ言うとめちゃくちゃお腹痛くなってきたのでトイレ行っていいですか？ちょっと絵の具乾かしますね。量はすごかったんですよ。
絵が出るからやっぱり真上からはい、こういうアクシデントも面白い。いやーもう後でYouTube のなんだっけな、あそこに載せときますよ。コミュニティ欄に。考えられないぐらいのネギの量だったです。煮えてないよね。そう煮えてないというか、なんかこう白いネギならラーメンでわかるんですけどね。ね、青いネギがね山盛りで美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったですよ。多分なんか体壊すのよなと思うぐらいね、まだ気持ちが僕は若いのかね、なんか一応写真で見てたんでチャレンジしたくなっちゃって、すげえなと。皆さんもぜひ今度来るときはチャレンジしてみてください。すごい量だったですよね。びっくりした。何でもいいですよ、質問してくださいね油絵の質問でもいいですよ。他にも何でも遠慮なく。声だけは残りますけど。その水面の、はいはい、水面って感じの質感を出すのにどうされてるこう横にこうちゃんとこう光が当たってこうこういうこうしてますどうしてますかって難しい質問ですね。ちょうど今やってるつもりでいたんですけどはい。やっぱこのなんかね、油絵でもこう塗り重ねたりしてその水面の感じとか出して油絵はどう言ったらいいかな。油絵はね、油絵もね、その水面の描き方って一応動画は上げてるはずなんですね。ごめんなさいね。質問答えが難しい時が困るんで、やっぱり横線をこう多くしていくんですけど、その際画面をちょっとこう横にしたり縦にしたりとかってしてしてますけどね。やっぱ水面は皆さんね、なんか困るみたいですよね。いやだって鹿児島も食べ物も美味しいですもんね。あれ皆さんあれ鹿児島の宣伝をみんなでしましょうよ。鹿児島、あと熊本ね、黒豚とかで、豚美味しいですか？アクネの方のアクネ、豚でも美味しいです。本当ですか？アクネとんかつ屋さんがあるんですけど、はいはいはい、美味しいですか？カツ丼がすごく美味しい。カツ丼が美味しいですか？またお腹を壊しそうなメニュー本当ですか？番組で、出てます。なんてとこやったの？僕カツで
僕のなんか学生で教え子で鹿児島の JA に勤めてる子がいるんで、なんとかあれ口利きでなんとかズブズブでやってもらわないといかんね。まあね。よいしょ。でまあ大体1層目塗ってここからちょっと2層目とかぐらいな感じで描いてってますけどね。ねお話ししながら描いてますからね。ぴゃっ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 。なんか絵の具飛ばそうかなと思ってさあ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 大体そうスパッタリングあんま飛ばなかったね。まあ大体ね。皆さん水彩画描いてる人が多いんですか？油絵が多いんですか？そんな言っても分かんないか。油絵下に飾ってあった絵はあれどちらのあれなんですか？絵画教室かなんかのですか？めちゃくちゃ上手な人たちが下の1階のあそこプロの方やっぱそうごめんなさいすみませんいやなんでこっちに飾ってないのかなとそうなんですか。いやものすごいもちろんお上手な、ね、先生の絵なんだろうなと。亡くなられたんですか。そうなんだ。すごく素敵な絵を描いた。面白いですか？ちょっとずつ進んできたでしょね。いやここからも鹿児島は100キロあるんですよね。180キロぐらいありました。止まらずに来て2時間弱だった僕は。3時間弱か。2時間50何分。高速もちろん使って、でちょっとずつ密度を上げていきますと。老眼がひどい。先生お腹大丈夫じゃないよNK さん、それは言えますね。絵の具の質問です。 NK さん絵の具の質問とても気になっている美術館です。ライブ中の先生が一番面白いといやもう本当にネギがねえげつなくていや人生で一番多かったですよ。もうネギの量ね。あれがなんかお好み焼きとかでね火が通ってりゃ違うんでしょうけどね、生のネギが本当にねこれからいやはいどうぞ。一層目透明水彩画になれて、その上からアクリルで、なんかスパッタリングとか、そういう試しできる全然できる。でもなんかアクリルを先にやった方がいいような気はするけどなという。溶けないので、取れないから、全然いいんですよ。多分できる。僕はね大丈夫だと思う。やったことあんまないけど多少はやったことあるんで多分大丈夫だと思う。そうでアクリルはなんかね本当油の下地としても大体大丈夫そう。100% とは言い切れないけど、この間僕がちょうど佐賀で個展してて一番初めの方にあった絵は下地にアクリルを置いてた。あれそうあれ多分ほぼアクリルだと思う。桜だったかな。初めの方になんか木かなんかを。いいですね。もうなんか遠慮なく撮ってください、ね、キャメラマンの方が。キャメラマン。グリザイユっていうのを初めてやってみて、はい。その白黒から色をつける段階が、よくわからない。
よくわからなかった。自分でですね、あどこから色をつけていいかとか、どこあまで白黒を書き込むのかとか、それがよくあまあなんか白黒で直すってことは基本的にはなんかこう色とかをこうある程度のトーンをまず整えるっていうあんま外れないじゃないですか。白黒で書いといてそこに色つけても色がもうぶっ飛んだりしないからっていうためが一番大きいと思います。で2番目は、絵の具のこうテクスチャーというマチエールみたいな絵肌みたいなのをつけとくためっていうのが2番目だと思います。だからなんかこうそういう頭の思考でいくと色を外さないためだっていうくらいの気持ちで、あんまりこう真剣に考えないねと言いながらだいぶこう1時間は経ってね45分ぐらい。なんか質問あれば YouTube の方もどうぞ。ね、字を書くように描かれますね。早い。黒っぽい色に白を混ぜると青系や茶系などすごく分かりやすいけど他に分かる方法はありますか？黒っぽい色に白を混ぜると青系や茶色などすごく分かりやすいけど他に分かる方法はありますか？ないんじゃないかな。それが一番正解なんじゃないかなと思いますよ。だから例えば今の質問はね、この色が色を使ってないね。この色が黒か青か分かんないけどこれに白を混ぜたら青だなって分かるけど目視で分かる方法ありますかって言われたんですけど、目視は、私は分かんないわ印字語とかね。だから置く場所ちゃんとここにはこの色だってね決めとくしかないんじゃないかなとね。だいぶ進んできたでしょ。おしゃべりしているのにね面白いでしょ。いいですよ皆さん質問があればね。喋りながら書いたっていうね事実だけをねちゃんとね皆さんね覚えて書いてくださいね仕上げ皆さんがサッカー見ないんだったら10時まででもやりますよいや一応もうこれはもうエンターテインメントっていうかやってるんですごい真剣に書いてるわけじゃなくてこういう質問とかに答えて言ってしまえばこう啓蒙活動ですよね。啓蒙活動。なんかこう僕なんかもいっぱいいるのはこう書いちゃダメこう書いちゃダメが多すぎてこう書いちゃダメこう書いちゃダメって言って皆さんこう萎縮していくっていう人が多すぎていやなんとかなりますよぐらいの感じのをいろんな人に伝えていった方がいいなと思ってなんか失敗したらもうダメ終わり人生終わりみたいなね全然誰も見てないですよってね気にしないでくださいってでそれを継続してやっていったりするとちょっとずつ自分で自己学習できてきてじゃあどこがどうなんかなって分かってくるだからその前段階の啓蒙活動だと思ってるんでそれのライブ配信だと思ってるんでね書けって言われたらそれは何時間でも書けますよ。もう書き込めしたらあれまではいかないけどね。いいですね。綺麗ねって声はそーっと入ってますからね。そういうのどんどん入れてくださいね。綺麗ねとかね。ね。すごい綺麗なんですけど、奥さんいやうちの妻左。すごい綺麗な方です。すみません人物画描くときに、私木を使って、例えば、木を使ってちょっと綺麗めに描いてあげなきゃいけないかなとか思うんですけど、考えは持ったことあります。ありありです。あれありありです。はい、おぎそクリニックって呼ばれてます。はい。で一応何となく聞きます。今の子面白いよ。なんかこう今の学生とかこう若い子を連れていくと先生3キロ痩せさせてくださいとか
具体的な3キロね。オッケーオッケー。二の腕を。減らしてくれとか言われたことあ、でも肖像画とか今も僕頼まれて仕事してますけど、肖像画はあんまり変えすぎない方がいいと思ってますよって言って、で一応その途中段階とかをこう写真とか送ってあげたで、でも大体僕の仕事受けてくれるっていうかね、仕事くださる人はもう全部書いていいですよっていう方が多い。肖像画の場合とかね。うん。そうそんなね。そう。まあ、ほんの少しですよ。多分2ミリずつ2ミリずつぐらいの変化。2ミリずつでもえらい変わります。そらね。ほうれい線とかあんまりかからないですよね。ほうれい線はなんか大体の女性が嫌いらしいですよね。世界で一番嫌いなものが女性はほうれい線らしいですよ。はい。2番目は目のなんか目尻のシワですか。ね、3番目は毛量ですか。男性なんかね、ほとんど毛量ないくせによく言うよね。なんかね。実は窓で出てきた、はい。色鉛筆の絵も見ましたけど、あれもほうれい線がない感じ。あれはでもね、あれはほうれい線ない子ですよ。だって若いもん、若いから。あれ20歳ぐらいでもあの子。そう。シワもないような感じ。で若いから。ねえ、あれモデルしてる多分20歳ぐらいの子で、この間我が家にも遊び来てたけど、はい。それはないと思うあれ。普通にあれそんなに変えてない。でも色鉛筆にどうして白い細い線が出るんですか。あ、それはね、ぜひ本買ってください。実はあれ YouTube に上げてるんで、YouTube 探せばあります。はい、色鉛筆を描いてみたっていう動画があるんで、はい、あれはあります。なんかこうあれでしょ。僕もそれちゃんと見てないけど、次号の予告のところに載ってたやつでしょ。僕それちゃんと見てないんですよね。意外と皆さんいいですよ、そういう質問。いい質問ですね。今で55分ぐらい。白とか入れてみます？せっかく。一応ね、僕ポスターカラーの白は常にこうやって持ってきてるんですよ。こうやって。で、なんとなくこの辺にブチュッと出すんですよ。適当なんですけどね、ブチュッと。でなんか、内容量は同じようなもんだって聞いてるから、アラビアゴムとで混ぜてないけど、似たようなもんだって聞いてるから全然問題ないんじゃないかなと思って、このポスターカラーの白が一番安いから、でそういうのでなんかグレートーンみたいなね、濁っちゃうね、ほんとね、皆さんね。ね、おしゃべりしながらなんか出来上がってきたでしょ、1時間ぐらい。ね、皆さんパチンコでぼーっとしたら1時間ぐらい経つでしょ。ね、麻雀しててもぼーっとしたらね、本当ね、そうでしょ。絵を描いた方がいいでしょ。昨日も僕はちびっ子と1歳のちびとゲームセンター行ったら、まあ中高年の方々が多いことゲームセンターに皆さんいるんですよ。ねえ、最近なんか事件あったでしょ。なんか老人80歳と70歳の人が台の取り合いで喧嘩して2、3日前。もうダメですよね、そんなこと。そんだったら皆さん絵描いた方がね、ボケ防止にもなりますよってね。ね、だいぶできてきましたよね。恐竜くんのお兄ちゃんは絵描くんですか。お兄ちゃんね、さっきね、ちょっとここに後で見せますよ。さっき絵描いたからパパに見ろって言って、さっき LINE 送ってきたから後で見せますよ。いやでも好きにやればって感じですけどね。もうあんまりこう子供に何かを期待するタイプの人間じゃないからね、好きにやればって明るく元気に楽しく生きていけばいいですよね。なんかこうたまにこう話になるんですけど、焼き物とかだったら例えば今右衛門先生とか14代とか柿右衛門先生とかだったら15代とか、絵描きさんってあんまいないんですよね。で何人かいるんであれですけどあんまいないんですよね。でやっぱこう焼き物の場合っていうのはなんか攻防性を引いてるから、多分そういうのをこう技術をこうちゃんと伝承できるっていうのがあるけど、絵描きって少ないんですよね。だから多分それなんじゃないかなっていうのが、この間画廊の人と飲んでた時そういう説が
木曽先生もお子さんにって言われたけど、全然そんなの好きにやればって思うんで遠慮なくいいですよ。質問があればしてくださいね。なんか言ってる？なんか言ってる？何本当はパパ頑張ってだって。恐竜ちゃん、アクリル画のジェッソの白を使ってみましたが、アクリルの絵の具に少しザラザラしたい。アクリル画にジェッソの白、そうですか。この間夢に先生が出てきました。最悪ですね最悪な夢ですね地獄ですね。ね、そうね。まあこうやって僕なんかはもう不透明とかも使いたかったら使えばいいんじゃないのと思ってるんですよね。なんかこうだって透明水彩にも白がついてるわけですから、別にそんなに細かく気にしないでいいんじゃないの。いや先生、いろんなね先生によってはダメっておっしゃる先生もいるかもしれないけど、理由がちゃんと理にかなってて自分が納得すればいいはずなんですよ。僕いつもそう言ってたんですけど、ちゃんと何を言われてるかっていう理解がしっかりできてね。黒はね一応あります。ここ黒使った黒なんで使っちゃいけないって教わりました？教わった人います？私は結構使っちゃいや全然いいと思いますよ。この話は知ってる人いますか？黒を使っちゃいけないって多分聞いたことある人もいるでしょう。なんでですか？鹿児島の地でこれを言わしますか？そうです、黒田清輝なんですよ。そうで、その教えがずっと実は今も黒使っちゃいけないっていう人もいる。その考え方で、じゃあ黒田清輝にめちゃくちゃ反発してフランスで成功した黒を使う絵描きさんは誰ですか？そう、藤田です。藤田輪郭に黒使ってるじゃないですか。だからそうやって黒田の考えに反発して、だから別に黒使いたきゃ使えばいいし、印象派みたいに描きたきゃ黒を使わない方が印象派みたいになる。そこはちゃんと自分の用途を考えればいいだけの話なんですけど、日本人ってどうしてもダメっていう方に傾きがちなんですよ。黒はダメって言われたんです。なんで言われたんですかがないんですよね。そこでなんで言われたかなって、その先生はもしかして印象派が好きで、僕も黒はあんまり使いすぎると穴に見えちゃうっていうか、すごく強かったりするから穴のようになっちゃうから、気をつけながら使った方がいいよとは言いますね。勉強になりましたね。1時間ほど書いてまいりましたよ。面白いですか？大学の授業みたい馬場崎さん、私も先生に夢に出てきて出ない方がいいですよ。それぞ悪夢でね。なんか僕はなんか茶色とこういう青とかを混ぜて黒っぽい色をよく作ってます。やだ。一応僕時間もうちょっといますし、周りの絵について少しだけこれ終わった後お話しましょうね。トイレ行きたい人早めに行ってくださいね。私みたいになりますよ。書きたいとこあんまないんですけどねここかなと思って書いてたけど、なんかこれも見ながらこれも見ながらこれも見ながらなると老眼で眼鏡がつけれないということに気づいてそしたらもうちょっとこれぐらいの構図にしますそれだったら多分構図を変えます。ちょっとこうだと端に寄りすぎてるかな。だからそういうただ写真撮ったらそれでトリミングすればいいんでもう写真のそのまま描こうと思わなくて全然いいので、その辺はですね臨機応変にされたらいいと思いますよ。いやー楽しかったよいしょ。今イギリスの景色を描いていますが、建物が多くて大変です。建物がいっぱいずれてるそうですよよいしょ。ねえ、ヨーロッパとか行きたいですよね。なんかね、ぼちぼち行ってもいいのかなっていう雰囲気ですよね。よいしょ。皆さんまた帰ってこれのライブ配信、自分たちの声が入ってますからね見てくださいね。
だいたい40分過ぎ僕トイレ行きますんでよいしょ、まあだからなんか僕はなんかこう写実画家って実はあんま自称してないんですよ。自分では写実画家って名乗ってなくて、これなんでかっていうと、そう名乗っちゃうとそれしかできなくなっちゃうような気がしません？なんかアイドルやってますっていうとねえ、20代はいいけど40代になってもアイドル名乗ってたら厳しいじゃないですか。でなんかこう自分でそういうのをあんまり狭めたくないから、なんかもしかしてね、来年から僕は貼り絵か切り絵かなんかやってね、おにぎりもらってる可能性あるじゃないですか、タンクトップで。だからあんまだからそれを言わないようにしてて、だからこういうザクッとこう描いた絵とかも好きなんですね、基本的に。だからこうなんかザザッとね、すごいって声が言いました。もっと出してください。すごいそうなんですよ。だから自分の中ではこういうザザッと描くのも面白いし、なんかそういうの面白がれた方がなんかこう自分でなんか可能性閉じるよりもですね、なんかこう なるべくこう例えば人を教えてても、なんかこうよくこう私これができないんですっていう人いるじゃないですか。でもいや、こんなんどうでもよくて、ここものすごいいいのになっていうとこ探していった方がいいですね。メモってますねでそっちの方が多分芸術とか美術の面白いとこだと思うし、っていう風になっていけばねいいなと思ってたりするんですけど、という感じで1時間ちょっと経って、チャッピーさん、鹿児島の方々は積極的ですね。おかげさまで今日は勉強になるような内容が多かったですということです。どこのメーカーという質問。 M 黒江さん、どういう意味？先生は絵の具を何を使ってらっしゃいますか？これね、確かね、草壁だったと思いますよ、透明水彩の。覚えてない草壁さんだったか、渡辺画材という私のズブズブにある関係の画材屋さんの大きめのチューブ、何号ですっけよくわかんないけど、あれで初めはなんかこう12色セットぐらいのなんか買ったんですけど、なんかなくなってきて、そういうのを使うようになってきたかなと思いますよ。まあホルベインさんか草壁さんだと思いますよ。もうちょっと書き込みます？やめときます？もうぼちぼち終わっても多分そんなにここからあんま変わんないですけど、もうちょっと書き込みます？よいしょ。1時間ですよ。おしゃべりしてましたよね。ねえ。まあなんか細かい筆とかはまあいろいろ使ってますけど、これも折れてるね。あんまり持ってきてないですね今日ね。まあこういうのとかで、こういうのとかで。という感じで皆さんなんか大体これで一旦 YouTube のライブ配信は少し絵の方の話をしましょうか。せっかくだったらね、この YouTube を続けながら。どんまいさんいいですかね。じゃあこちらの絵のお絵描きの方はちょっと一旦これでマスキングテープを剥がしますけど、よいしょ。まあ後で写真とか遠慮なく撮ってください。いい考えね。何これマスキングテープ？そうそう、なんか額縁効果って言ってね、絵がねやばい、持って聞かれた。ほらよくあるよくある。そうそうそう、額縁効果って言って、これねマスキングテープもこれホームセンターで一番安いね、左官屋さん土建屋さんとかが使うやつでございますよ。おっとくっついちゃった、おっとくっついちゃった。そう持ってかれました今。どんまいどんまいそんなに気にしないようにね。だから外側に持っていくような気持ちで、こちらの方にこうビューッとこう外にやりながら、まあ今日の朝方多分こうつけたマスキングテープ4時ぐらいかなね。どうですか？はい、垂れますんでちょっと急ぎますね。1時間ちょうど1時間ねという感じです。すみません YouTube の方ね。はい、こんな感じです。後でゆっくり撮ってください。でちょっとねそちらの方々少しどいていただいて、ちょっと映りますよ、ね、私絵のちょっと後で写真撮っても全然いいので、ちょっとでそこの辺多分映っちゃいますよ。今からカメラをそちらに向けていくので、ね、でこちらの美術館さんにはですね、このようにこう大きな作品を飾っていただいております、ね。はい、
今日皆さんありがとうございました。終わった後も質問していただいても結構ですので、この、2枚について、向こうにも風景画とかありますけども、少しお話ししていこうと思います。ありがとうございました。犯人はネギか、生のネギか、ネギですね。ケイルカさん、こんにちは、久しぶりにライブ参加します。もう終わりですね。パパお仕事頑張って。みちみちさんありがとうございます。素敵な作品と楽しい美術にも生で見てわということで、こちらの作品は交差する時間ということで、これどういう意味かっていうと、ここはですね、長崎の、川棚町というところにある、なんだっけ、川棚町ね、ドーンっていうところ。あれを作ってたところなんです。ドーンとなんていうの。大砲じゃなくて川棚なんとか跡地っていうところなんですよ。海辺にあって、でそこのこれ要はそこで作ってたこれ廃墟になってて、この中にもう木がこう立ってたりとかしてるんですね。でそこがやっぱすごく面白くて、戦時中にそこでそういうの作ってたんですけど、今完全に廃墟になってて、もうしっかりとした、だから多分もう樹齢ね60年ぐらい経ってるかもしれないですけど、こういう木とかツタとかが張っていて、でこういうのがすごい面白いなと思って描いた作品です。要はその70年前と今みたいなのが交差しているような、実際にこういうとこ行って、うちの妻にモデルをしてもらって、でこれ僕一番気に入ってるのはここのなんか台座のとこ、台座っていうかここのコンクリートのとこで、ここのところっていうのを絵の具をこうスパッタリングをしたり、絵の具をこうペッとつけて、で盛り上げて、でそこからこう絵の具をまた塗って、でそこから削ったりして、でその削る際に私は板画って呼ばれるようなものが一番有益だから板画に描いてる。で板は多分ここにコメントしてる人全員分かってると思うんですけど、キャンバスではなくて、板に白味という下地を綿の布を貼ってやってます。で大体これで大体半年間ぐらいかかります。とはいえやっぱり同時に僕はいくつか仕事をしていくので、他の絵も描きながらこれも描いたりとかっていう感じで、1年に大体このぐらいの作品とかこのぐらいの作品を、2枚から多い時は4枚とか描いてます。だからこう個展とかがあって、画廊さんとかで個展する場合はこういうのが3枚4枚ぐらい大体出品されるという形になります。やっぱこういう作品がないと面白くないので、ただ大体やっぱりこう飾れるところがないので、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、川棚魚雷だ。魚雷発射訓練場跡地。ここぜひ行かれてみてください。長崎のすごく面白いですよ。こういうところをなんか取材に行ってみて、壁とかもなんか剥がれたりなんかしたりとかっていうのとか、でも本当にこうなんか僕はどっちかというとこういうもう今と昔とか古いと新しいとかっていうのをくっつけたりすることが多いです。だからなんかこうある程度このなんかこう絵の中になんとなくコンセプトとしてはそういうこう未来と今とか昔とかっていうのをこう絵の中に込めることがすごい多いですっていうふうに書いた作品です。でこちらの作品っていうのは、光と水が交差してという作品なんですけども、なんとなくこうこの間佐賀で個展してたらこの辺りの絵が人気があって、水のあとなんかヌードの絵が人気あったんです。めちゃくちゃあれがありますね。本当めちゃくちゃなんかずっと佐賀で CM 流してて、でずっと流れてたんですけど、意外とその CM を見て子供が見に来たいとか言って来てくれてました。でなんかこの時はずっとこう水をなんとかかけないかなと思って一時水ばっかりに挑戦していました。でなんかね3人の名画って意外と少ないんですよ。でなんとなくこういろんな巨匠の今までずっと見てきて、私の中ではなんとなく3人いる名画っていうのが少ないから、なんか3人の絵を描けないかなと思って、でこれは近年の作品の中では一番絵の具が厚い作品です。これでも厚く塗ってます。だからこの辺とかなんかこうよくこう言われるんですけど、写真みたいってよく言われるけど、実際この辺とか見たら全然写真じゃないんですよね。絵の具がブリブリブリっと塗ってるでしょね、この辺とかで、そういうなんかこう絵の具をしっかりのせながら物質感とかをある程度効果的に使えないかなと思って描いたような作品だったりします。こういった作品群が、ものすごくこの辺で YouTube だけは終わっておきましょうね。という感じで、皆さんよかったら鹿児島まで遊びに来てください。以上。
YouTube は終わります。さよなら。